日本のアニメの複数の楽曲からこの風変わりの発見3つと黒鍵3つ、なかなか美しく仕上げてます。はい、ここ。最初のブラックアダーコードです。2024年1月24日でデビュー4周年を迎えた藤井風。4年間でリリースしたオリジナル曲は25曲に上りますが、そのうち実に半分以上、14曲に使用されているとあるコードに今回スポットを当てたいと思います。ブラックアダーコード。フィンランド系アメリカ人のジョシュア・タイプリーという音楽家が日本のアニメの複数の楽曲からこの風変わりなサウンドを発見し、ブラックアダーコードと命名しました。今回の動画は前編後編に分けまして、このコードについての深い考察は後編で取り上げます。前編となるこの動画では、藤井風というアーティストがどのようにこのコードを使いこなしているかを中心に解説します。取り上げる楽曲はガーデンです。ガーデンの解説を通じて藤井風のこのコードに対するアプローチの仕方を見ていきます。この曲においてはまさに息を吐くようにこのコードを使い倒しており、象徴的な曲と言えます。また今回解説がわかりやすいように曲のキーを波長調 C メジャーにトランスポーズして弾きます。波長調はこのスケールになります。曲の原キーが E メジャーなので半音4つ分下げたキーになります。今回の主役、ブラックアダーコードですが、このコード、実はホールトーンスケールに完全に内包されます。詳しい解説は後編の動画でしますので、この動画ではとりあえず先に進みます。わかんなくても気にしなくていいです。ガーデンで使っているブラックアダーコードを内包する C のホールトーンスケールというのがあるんですが、これもサクッと確認しておきます。C のホールトーンスケール、ドから発見が3つ続きます。そしたら次、黒鍵がまるっと3つ続きます。で、最後また発見のドに戻って1オクターブになります。これが C のホールトーンスケール。ピアノの鍵盤だとめっちゃ覚えやすいので、このスケールぜひ覚えちゃってください。発見3つと黒鍵3つ。これでホールトーンスケールになりますので、慣れるとめっちゃ簡単です。では、以上を踏まえて、ガーデンのイントロからワンコーラス分確認していきましょう。まずは究極にシンプルなメロディーでイントロが始まります。チューリップという歌がありますよね。あれはドレミで始まりますが、ガーデンのイントロはその逆、ミレドで始まります。チューリップと同じぐらいシンプルなメロディーだということがわかりますよね。シンプルなので普通にコードをつけるとすごい普通な感じ、童謡みたいになります。これだと J-POP としてはちょっときついですが、藤井風はこのメロディーをセブンスに位置づけてなかなか美しく仕上げてます。メロディーがシンプルな分美しさが際立ってます。このまま続けます。はい、ここ。最初のブラックアダーコードです。構成音確認してください。C のホールトーンスケールを鍵盤上の上に赤い丸で示しています。C のホールトーンスケールに全ての音が収まっているのがわかると思います。では続けて A メロのコードを弾いていきます。はい、2小節目でまた出てきました。これがブラックアダーコード A メロの1回目。続けていきます。はい、これもブラックアダーコード A メロ2回目。
マジで使い倒してるの分かりますよね。はい。皆さんもお分かりでしたね。4回目も出てきて、A メロはここまでです。引き続きこのままサビ見ていきましょう。花は咲いたよから4小節目に出てきました。続けます。サビの最後にまた出てきました。2つ目。サビの2つ目ですね。この後すぐに A メロに戻るので、そのつなぎとしての役割で最後出てきています。以上、1コーラス分のコード進行を見てきましたが、ブラックアダーコードがイントロと1コーラス目だけですでに7回出てきました。この曲全体では14回も出てきます。まさに使い倒してます。皆さんももうこのコードの響き覚えましたよね。強烈に聴くものの印象に残ったと思います。実際、ガーデンっていう曲は、全体的にはコードもメロディーも超シンプルなので、このブラックアダーコードの癖のある響きだけがとても際立つような作りになってるんですね。この響きを何度も繰り返すことによって、ブラックアダーコードがこの曲のこのフックになっているということです。以上、ガーデンにおけるブラックアダーコードの解説でした。藤井風がこのコードをどのように使っているかについてまとめます。まずブラックアダーコードを使用している曲のリスト見ていきましょう。赤字で書いている曲がブラックアダーコードを使用している14曲になります。使い方はどの曲もほぼ同じです。一言で言うとサブドミナントへのクロマティックアプローチです。彼のほぼ全ての使用パターンがこれです。言葉の意味わからなくても大丈夫です。ここからわかりやすく解説していきます。まずサブドミナント。これざっくり言うと、波長長のファラド、F のコードのことです。藤井風の場合、F メジャー7、ファラドミという形で使うことがほとんどです。これがサブドミナント。次にクロマティックアプローチですが、クロマティックっていうのは半音という意味です。これもざっくり言うと、コードを弾くときにわざと一旦半音上に当ててから落とすという感じですね。下から行くっていうパターンもあるにはあるんですが、頻度としては少ないです。一番わかりやすいクロマティックアプローチの例をちょっと弾いてみます。ブルースとかのエンディングでよくあるこんなパターンです。この最後の半音上に当ててから落とす。これがクロマティックアプローチの一番わかりやすい例です。で、この半音上に当てる時のコードでブラックアダーコードが使われるということですね。で、ガーデンのイントロ後半から改めてクロマティックアプローチ確認してみましょう。表示見るとこのコード F シャープベースなのがわかりますよね。F の半音上に当ててるわけです。で、A メロの頭で F に落とすと。ガーデンの曲全体にわたって同じパターンで使い倒されているのは先ほどの確認でお分かりだと思います。ではちょこっと他の曲も見てみましょうか。ガーデンと並んでブラックアダーコードを効果的に使っているのが初期の名曲優しさです。これも波長長 C メジャーでイントロ弾いてみます。ここ構成音すべてホールトーンスケール上にありますね。で、F シャープからサブドミナントに落としてますね。ガーデンと同じように使われているのがわかります。
では、後編の動画では、さらにブラックアダーコードとは結局何なのかというところまで深掘りしますが、できるだけわかりやすく噛み砕いてお話ししていく予定ですので、ぜひ後編も見ていただければと思います。近日中にアップ予定ですのでよろしくお願いします。以上、男国道でした。さようなら。